それではこれからルームツアーを始めたいと思います。といっても家の全部をお見せするのではなくて、2部屋紹介したいと思います。まずここのリビングスペースと隣にある私がワークスペースとしている部屋、この2部屋を紹介していきたいと思います。ちょっと小物が多いんですが、できるだけブランドなども紹介できたらと思ってます。概要欄に貼ってある楽天ルームのリンクか Amazon のリンクか、何かしら分かるものはできるだけ紹介したいと思います。リビング全体はこういう感じです。今私はキッチンの方に立ってお話ししてます。まずはあそこにあるサイドテーブルの方から紹介していこうと思います。こちらのサイドボードは蒲田にあるカモリというヴィンテージ家具などを扱うところで購入してきたものです。お店のサイトからも写真で確認できるんですけど、実際に蒲田にある倉庫で実物を見ることができるので、そこに行って2年前ぐらいに購入してきたものになります。ここに3つ引き出しがあって、ここは文房具などを入れて、これは無印で買ったこの仕分けるやつで、下に赤いフェルトを敷いてて、文房具とかを入れてます。ちょっとうちは何でもマスキングテープでホコリがたまらないように貼ってるので、マスキングテープが大量にあります。でここはメディカル系薬とかが入ってて、ここは彼のものが入ってます。こちらの真ん中の扉は私の本を収納していて、意外と奥行きがありまして、上の段は文庫本が奥にも入ってて、でこの辺は彼が集めてるワンピース、これは私が今読んでいる本の外側のカバーですね。ここにはしおりを置いてて、でここは奥に3列入ってます。これをどかすと後ろにハンターハンターが出てきて、さらに後ろには見えるかわかんないんですけど、さらに後ろには私が実家から持ってきたカードキャプターさくらとかの少女漫画が入ってますという感じで、寝室にももう一つ本棚があるんですけど、ここにあるのは割と最近読んだやつで、もうここがいっぱいになったら読まなそうな本はブックオフとかに持っていこうと思ってます。もうここに収納できなくなったら整理するっていう風に決めています。こんな感じかな。こっちの扉はこういう風に開くんですけど、中には仕事関係の書類とか名刺とかそういうのが入ってます。こちらが私の好みのものを置いてるんですけど、これは初めて彼とロンドンに旅行に行った時にハロッツという百貨店で買ったぬいぐるみ。この下にあるのがパズルの空き箱なんですけど、これはパリのパピエティグルっていうところで買ったやつで、これはベトナムのお店で購入しました。この箱の中にはこういう感じでお店で買ったマッチとか入れてたり、あと下の段はキーホルダーの DIY 用品が入ってます。これは友人たちに結婚祝いでいただいたアレクサですね。そうなんです。これはなんか飲みの市みたいなので買ったガラス細工、ガラスの容器なんですけど、ここにマッチとお香を入れてます。これはヘイのキャンドルとヘイのキャンドルホルダーで、これは 4,5 本セットでこういう感じで4色セットになってて、気分によって付け替えたりしてます。そしてこれがヤナベルさんという作家さんのキャンドル、もったいなくてつけれてません。でこれは荻窪でポップアップをやってた時に買ったお皿なんですけど、ちょっと作家さんの名前忘れちゃいました。でこれは友達がくれた一輪挿しの花瓶で可愛いのでここに置いてます。これは私が陶芸教室で作ったカップです。使いどころわかんなくて置いてます。これは私の出身地である大分県別府市のスピカという雑貨屋さんで買った陶器です。これがうちに一番長くいる植物のガジュマルなんですけど、かなり自由に伸びてますが、この鉢は竹村義則さんという作家さんの作った手びねり鉢です。
その作家さんの陶芸教室でこれを作りました。でこれは下北にあるソーアットヴィンテージっていうところで購入した花瓶です。ここには今読んでいる本を重ねて置いてまして、でこれは栃木県の益子の陶芸市で購入したなんか試作品って言ってめっちゃ安く売られてたやつを買いました。でこれはパリのパピエティグルっていうところで買った陶器です。ちなみに初めて見てくださる方もいると思うので言っておくと、私は大分県別府市出身で転勤族で最後は栃木県の宇都宮市に長く住んでました。この辺がガチャでゲットしたフィギュアが置いてあって、これも陶芸教室で作ったやつで、この下はちょっと厚みのある、お気に入りの本を重ねて置いています。これは陶芸教室で彼が作ったお香立てです。お香立てはこれもう一個あって、これ小読さんっていうアーティストさんの作品のお香立てと、夏になるとパロサントをよく炊くので、このジャーナルスタンダードファニチャーで買ったパロサント立てを使ってます。使わないときはここに入れてます。でこれは私が大好きなマムアンちゃんの箱ガチャでゲットしたやつです。ここにはキャンドルを置いてて、これがパリに行った時にディプティックの1号店で買った思い出のキャンドルで、こっちはイタリアに行った時にフィレンツェのサンタマリアノベッラの本店で購入したキャンドルです。そしてリビングを華やかにしてくれているこのポスターがロナン・ブルレックのポスターなんですけど、こちらはサングー橋にあるナップフォードポスターマーケットっていうところで購入しました。でこちらが彼が作ったポルシェのレゴなんですけど、中には私の友人がプレゼントしてくれた女の子が座っております。サイドボード周りは以上で、我が家にいるガジュマル以外の植物がこちらのドラセナコンパクターとバンビーノなんですけど、時期的に下の方が枯れかけてますが、鉢はサイボタニカルワークスという幡ヶ谷にあるショップで購入したものです。で、その場で下に穴を開けてもらって、受け皿は園芸屋さんで買いました。こっちのバンビーノちゃんは買った時からこのプランターに入ってて、可愛い鉢が見つかったら入れ替えるっていうことを考えてるんですけど、ずっと見つからないままです。でもこれ我が家に来て1年目の時はなんかストレス感じたのか葉っぱが3枚になっちゃったんですけど、今年の冬はなんか全然乗り越えてて今すごく成長してます。どうにも反射しちゃうんですけど、こちらの壁には私が大好きなハンターハンターのパズルを飾っております。これは富樫義弘店で購入した1000ピースのパズルです。この白い部分には漫画の名シーンが書かれていて結構細かいです。で、こちらのソファーは彼が一人暮らし時代から使ってる10年選手でニトリで買ったグレーのソファーの上に IKEA で多分900円ぐらいだった布をかけてます。このクッションは中身は IKEA で、クッションカバーはマリメッコです。でこれ今ちょっとなんか動画撮ろうとしたら、ここにチョコレート、昨日彼が食べたチョコレートがこぼれてて茶色くなってたんで、この後洗濯するんですけど、この上にかけてるのはキャセリーニの折りたたんでクッションにもなるブランケットです。そしてこちらよくご質問いただくんですけど、ローテーブルとして使っているのがモンタナのパントンワイヤーっていうやつです。これは連結もできるし、別売りでテーブルにもなるようななんか板みたいなのも売ってるんですけど、私たちはこれ2個買ってローテーブルとして使ってて、これは原宿のフークというセレクトショップで買ったトレイで、ここに飲み物とかお菓子とか置いて YouTube とかをここで見るんですけど、何を置いているかと言いますと、まずこれは韓国旅行で買ったケーブルなんですけど、モニターとパソコンをつなぐために買ったんですが、充電しかできないみたいで、出力の携帯が違うっていうんですか、
とりあえずモニター出力ができないケーブルだったんで、これ飾りとしてここに置いてます。その下に置いてるのが映画のパンフレットで、特に良かった作品のパンフレットを、これは違うわ、置いてます。ロンドンの図書館で買った絵本です。雑誌とあと料理本置いてます。これは友達がプレゼントしてくれたフェイブスさんのクリスマスオーナメントみたいなやつです。可愛いからここに下げてます。でこっちはこれが今彼とハマってるオセロ、ダイソーで買ったオセロと、これ料理本、これは写真集、海外の写真集で、これは楽天で買ったティッシュケースに入ってるティッシュ、これはイタリア旅行で買ってきたコーヒーの空き缶なんですけど、この中にはハンドクリームとか薬が入ってます。私は肌が弱くて手荒れしやすいんで、ここにそういうの入れてます。これ意外とこぼれたこと一回もないんですよ。ドリンク倒したことなくて、まだその恐怖を味わってないんで、全然ローテーブルとして使ってます。でこれが新木場にあるカシカというセレクトショップなのかな、可愛い雑貨とか食器とかバッグとかが置いてあって、カフェも併設されている場所なんですけど、そこで購入したスツールです。これすっごいいいんですよ。安定感あって座ってもいいし、肘置きとしても足置いちゃったりもしてます。そんなところかな。だいたい夜とかリラックスタイムの時にここに座ることが多いんですけど、カーテンレールの間にスクリーンを置いてまして、あれがニトリで買ってきたロールカーテン、クスジミーっていうのかな、このプロジェクターを置いていて、このプロジェクターをそこの壁に投影してるんですけど、もともとこれがロールカーテンなのでカーテンレールに取り付けられるっていう商品で、これをスクリーンとして使っています。こう引っ張ってこういう感じでスクリーンを下ろしてきて、 YouTube とかテレビはここのスクリーンに投影して見てます。続いてこちらがダイニングテーブルなんですけど、このテーブルはファンアゲインっていう千駄木にあるリサイクルショップで購入してきたものです。このお気に入りポイントは片側だけ丸みがあるところと、この下のこのブラウンっぽい足も気に入ってます。両サイドに引き出しがあって真ん中で区切られてるんですけど、この引き出しの中には私はリップとか薬系とか入れてたり、ここは HDD とかそういうの入ってます。向こう側の引き出しは彼のスペースっていう風にしてます。このゴミ箱は楽天で買ったやつです。このカブトチェアっていう椅子も千駄木のファンアゲインで購入してきたものです。はい、こっち側にあるオレンジの椅子は忘れちゃったんですけど、確か韓国の通販サイトとかで購入したかな。9000円ぐらいで買いました。このダイニングテーブルの上に吊るしている照明はデンマークのコペンハーゲンに旅行に行った時にアンティークショップみたいなところで購入したんですけど、ホルムガードっていうブランドで、日本で買うと多分8から9万ぐらいするものが向こうで2万円ぐらいで購入できたっていうお気に入りの照明です。こっちに吊るしている照明はイサム・ノグチの明かり 21A です。これ大きくて結構明るいのですごくありがたいです。どちらも電球を変えていまして、スマホから明るさとか色味の調整ができるようになっているので、スマホで電源を操作してます。こちらの壁にはバードピットさんというイラストレーター、アーティストの方の作品を飾ってます。はい。そしてカーペットはどちらも IKEA でこの白とピンクベージュ同じ種類のものをくっつけています。白い方が引っ越した当初に買ったやつで、後からこのピンクベージュを買い足したので、なんかちょっとこんなちぐはぐな感じにはなってますが、同じシリーズのものなので大きさとか質感は一緒です。あとはどうにかしたいと思ってるけどどうにもできてない場所
これが Wi-Fi ルーターを入れてるんですけど、無印で買ったカゴに入れてて、なんとかしようと思ってもう 3,4 年ずっとこのまま。あとこちらにも、これはいつもモザイクかけて隠してる場所なんですけど、洗濯物で干す時に使うハンガーと洗濯バサミとコロコロをここに置いてて、この箱も多分3COINSとかで買ってるんですけど、ここもなんとかしようと思ってもう 3,4 年経ってます。そしてこちらがリビングで一番お気に入りのコーヒーステーションと呼んでいるスペースです。まずこちらがデロンギのエスプレッソマシンなんですけど、これを導入してから QOL が本当爆上がりしまして、私はブラックは飲まないんですけど、カフェラテはすごく好きで、毎朝晩飲んでいるのと、調子に乗っちゃってる時は昼も飲みます。カフェで働いてたことあるんですけど、ラテアートとか作ったことはない人間でして、でも操作はすごい簡単で、ここに豆を入れるんですよ。これを使ってこうやると勝手にひいた豆がここに溜まって出てくるんですね。でそれをこれでプレスするんですよ。こうやってひいて出てきた豆をこっち側にこうセットして OK ボタンを押せばエスプレッソが出てくると。でここでミルクを温めて、もうカフェラテができちゃうという本当に素晴らしいアイテムです。でその上にはマグカップ乗せてまして、ここは気分によって変えてるんですけど、これは彼とパリ旅行に行った時にメルシーというショップで買ったマグカップ、こっちはコペンハーゲンに行った時に買ったマグカップ、こちらは楽天で購入したノックボックっていう抽出したコーヒーの豆をここでこうやって落とすものです。でこれはヤマゼンのケトルで、ここにはガチャガチャでゲットしたマムアンちゃん3体と猫のキャラクターのララがいます。そしてこのコーヒーステーションとしているこの棚は IKEA で買ったもので、ある程度自分でカスタムできるやつなんですけど、この中にはコーンフレークとかコーヒー豆とかなんか消耗品系が入ってます。これはこういう素材なんですけど、全面この上のガラス天板みたいなのも別売りで売ってて、それを上に置いてます。こちらのウォールシェルフもお気に入りでして、まずそこの時計は IKEA で買ったもので、こちらのシルバーのウォールシェルフは楽天で購入しました。ここにネジがはまってるんですけど、本来はシルバーのネジがついてて、それで留めるだけでもいいんですけど、うちはここがすごい薄いベニヤ板みたいな壁なんで、石膏ネジで強度をアップするためにこれ石膏ネジをまた楽天で購入したやつをつけてまして、もともとは白だったんですけど可愛いかなと思ってここは青に塗りました。でこの上には、よく飲むブルボの豆と、これはパリのメルシーで買ったマグカップ、そしてガチャガチャでゲットしたマムアンちゃん、これはロンドンの飲みの市で買ったミニカーで、下の段にはお気に入りの竹村義則さんのカフェオレボール、そしてこちらはガチャガチャでゲットしたザ友達のシリーズを置いてます。本当はここにマグカップを並べる予定だったんですけど、私が勝手にフィギュアを置き始めて、今ちょっとフィギュアの割合の方が多くなってます。そうだ、あとこのダイニングテーブルの上に置いてあるティッシュケースはプエブコで購入したものです。私は鼻炎がすごくて鼻水が年中出てるんで、柔らかティッシュはこっちに入れてて、固めのティッシュはさっきの青いケースの方に入れてるっていう感じです。これは益子で買ったお皿にみかん、季節の果物入れてて、これは自分で作った花瓶です。以上がリビングルームの紹介です。では続いてリビングの隣にある私が仕事をしている作業部屋、ワークスペースをご紹介します。綺麗にしました。でリビングの撮影日とは別日に撮影してます。まずこちらのフローリングなんですけど、リビングルームと色が違うと思うんですが、これは壁紙や本舗で買ったク
クッションフロアを敷いてます。これも楽天で買って自分で貼りました。この貼っている様子とかも動画に残しているので、よければ見てください。作業部屋で一番存在感のあるこちらの衣装ラックが山善の頑丈突っ張りハンガーラックっていうのを使って収納していて、うちは賃貸で、天井も低いんですけど、この突っ張り棒は縦横割と長さが変えられて、縦は多分もうちょっと伸びると思います。これはこの2本の棒を真ん中でネジで留めるっていう商品なので、ここがたゆむのはもう避けられないところですね。ちょっと下に下がってる。なので真ん中はなるべく軽い衣装をかけてて、それでも上で30キロ下で30キロの耐荷重があるので、すごく収納には優れているアイテムかなと思います。でその衣装ラックの下にはこのボックスを置いてて、これは夏用の靴下とかスカーフが入っています。今冬の時期は私はヒートテックソックスとかタイツばっかり履くんで、夏用は一旦こちらに入れてます。でお気に入りのバッグがあり、これは楽天で購入した衣装ケースなんですけど、下にタイヤがついてるんで、こうやってスライドできるのがすごくいいんですよ。で中には仕事で使う道具とかを入れてるんで、いつもはかけないんですけど、今はスカーフをかぶせててこういう感じです。これのいいところはこの上も開くし、全面開くんですよ。で前からも出せる。一番底になってる部分以外は全面開くので、どの角度からでも取り出せるっていうのがすごくいいアイテムだなと思って購入しました。衣装ラックには、よく使うトートバッグとかバッグかけたり、ここに一つだけかけてるカゴバッグの中にはポーチとか巾着が入ってて、こういう感じでガチャガチャでゲットしたポーチが大量に入ってて、あとはカメラの収納ケースとかも入れてます。先に壁にかかってるポスターなどを一気に紹介したいと思うんですけど、まずこちらが 3,4 年前ぐらいに東京アートブックフェアで買ったポスターなんですけど、これは多分上薩さんっていう方のグラフィックで分厚い愛っていう作品だと思うんですけど、その方ご本人が出展していたのか、どこかのショップが出展していたのかはちょっと覚えてないんですけど、でフレームはIKEA で買ってて、私は家にあるポスターは全部これを使ってるんで常備してるんですけど、これですね。これを使って全てのポスターを留めてて、最終的にこの剥がしたい時はここを引っ張ると綺麗に剥がせるっていうアイテムで、一回剥がしたこともあるんですけど本当に綺麗に剥がせるので、こちらおすすめです。結構重たいものもかけられます。デスクの上に飾っているのが、右側がコペンハーゲンのルイジアナ美術館で購入してきたポスターです。でその隣にあるのが先ほどリビングに空き箱を置いてたベトナムで購入してきたパズルで、900何十ピースとか、つい最近完成したんですけど1ピースだけ見つからなくて、もうこれもこれで思い出だと思って楽しむことにしました。そして、こちらもリビングにあった空き箱のパズルで、パリのパピエティグルで買ったパズル1000ピースです。そしてこちらにはポスターとかポストカードを貼っています。これはもうマスキングテープで貼っちゃってて、写真展とか展示のポスターだとかが貼ってあります。サクッと説明すると、これはマティス展で買ったポスター、これはデイビッド・ホックニー展、この辺は東京アートブックフェアで買ったやつで、これはマムアンちゃんと編み物堀之内さんのコラボのコースター、カップとソーサーを買った時に入ってたポストカードで、これはベトナム旅行で買ってきたやつ。こっちは原宿にあるシンク・オブ・シングというショップで買ったポストカード。これはロンドンに行った時にハリーポッターのショップで買ったやつ。私はベラトリック・レストレンジが好きなので。でハンターハンターのゴンのポストカード、漫画に入ってたやつ。これは韓国のサミュエル・スモールズっていうところで買ったポストカード。これはグレーなのかな、どうなんだろう。でこれはメルシーベイクっていう松陰神社にある
私が大好きな洋菓子屋さんのクッキー缶を買った時についてたポストカード。これはミッフィー店で買ったポストカード。これは友達が長野に旅行に行った時にくれたお菓子のプリントが可愛かったのでここに貼ってます。でここにあるのが彼と私が作ったアートで、こっちが私が作ったやつなんですけど、自分の好きな色を 3,4 色選んでカップに入れて、でそれをなんかひっくり返してこうグニュグニュするとアートができるっていうアート体験に行った時に作ったやつです。私は宇宙が好きなので黒とか金とかを使いました。こちらが IKEA で買ったスツールで、これに乗ってハンガーラックの上の洋服を取ったりしてます。これは割と最近買ったお気に入りのラグで、スムというショップで見つけたヴィンテージのモロッコのブジャートラグです。これはモロッコの現地の方が作ってるみたいなんですけど、こういうフリンジの色合いとか細かいこの辺の仕上がりとかがとても気に入っています。そしてこのオレンジのボックスが今回の動画で初登場なんですけど、最近の力作でというか試行錯誤したのは中身の話なんですけど、これはカメラ機材を収納しているボックスなんですけど、エッツィっていう世界中のクリエイターとかが自分の作ったものとかヴィンテージとかを出展してるプラットフォームで購入したもので、今までカメラは適当なボックスに収納してて、除湿剤とカメラとかを複数入れてたんですけど、それは彼に勘弁してくれって言われて、でこれを彼が見つけてくれたんですけど、こちらすごくて、こういう感じで中が3段になってるんですよ。これはオランダの方が出品していたものを購入しました。飛行機のギャレーコンテナをイメージして作られているみたいで、キャスターが4箇所ついてるので移動もできます。でこの何を頑張ったかと言いますと、こちらの引き出しの中に今このようにカメラを収納していまして、これが普段撮ってるソニーの α6700 っていう一眼、これがインスタ360いただいたものです。でこれがソニーのハンディカム、これがキヤノンの IBIS Mini X なんですけど、このスポンジをこれ自分たちで形を揃えて切って収納してて、すっごい綺麗にはまるようにしてるんですよ。 Amazon でカメラ機材を収納するようにスポンジが4枚セットで売られてて、こういう下のボコボコしたやつとか上の分厚いこういうのとかがセットになってるんですよ。これを形に合わせてカットして敷いてます。この上の段にはカメラを入れてて、下の段もこれ GR4 とこういうカメラのレンズきれいにするやつ、インスタ360のこういうアクセサリー類、これが Amazon で購入した除湿剤なんですけど、これ充電式で繰り返し使える除湿剤なんですよ。ここ電源さして、今青いんですけど湿気が溜まってくると赤色になるんで、そしたらまた充電してっていう風に繰り返し使える除湿剤です。一番下の段は充電器系とかを入れてますっていう、このもうねカメラのガジェットが全部詰まっているこのボックスが気に入りすぎて、最近一番良かった買い物です。よいしょ。そしてこちらがデスクになるんですけど、このデスクはダイニングテーブルと同じく千駄木にあるファンアゲインで購入したリサイクル品です。でこれ本当は天板もこの色だったんですけど、上からリメイクシートを貼って白にしてます。モニターはデルを使ってて 4K が映るんですけど、やらないんですけどこう縦にもなるモニターです。すごく後ろもスリムで気に入っております。そしてパソコンは MacBook Pro の14インチを使ってます。さっきちらっと見えたこのモニターの後ろ側には仕事で使う iPad が置いてあって、カメラ機材とかを入れてたシリコンケースをここに置いてますね。でこの中にはガチャガチャでゲットしたキーホルダーが入ってて、
こちらはまだ読んでいない本が積まれています。ちょっと最近読むペース遅いのに買いまくっちゃってて、ここに溜まっちゃってます。この食パンはセイムペーパーっていう上海のクリエイティブスタジオで T シャツを購入した時にもらった食パン。これは確かスタンダードプロダクツで買ったティッシュケースにティッシュ入れてます。これは、ポポタムという池袋にあるブックショップで購入したビーカーで、これをペン立てにしてます。そしてこれがしまっていたお香立てと同じ暦柳本さんの作品で、これにはハンドクリームとかネイルオイルとかリップクリームとかを入れてます。でこれはコペンハーゲンのアンティークショップで見つけてきた卵っぽい石、めっちゃ重い石なんですけど、これをここに置いてます。ここのモニターの下には友達がくれたオルガグースキャンドル、その他はガチャですね。友達のガチャ、カードキャプターさくらのガチャ、ママンちゃんのガチャ、コペンハーゲンで購入したピンバッジ、これは下北のリリマーケットという可愛いシールがたくさん売られているところで購入したおもちゃみたいな指輪、これは万年筆のインクです。あとは作業中に肌の乾燥が気になったら顔に吹きかけるフィックスミストみたいなやつで、ここは本来このヘッドホンをかけていたんですけど、今ちょっとキーホルダーをめっちゃかけてて、収納をどうにかしたいんですけど、とりあえずここにかけちゃってます。ここからその日の持っていくトートバッグに合いそうなキーホルダーを選んでつけるっていう感じです。これは10年日記っていうやつで毎日つけてるんですけど、こういう感じで1月14日だとしたら10年分の1月14日が一覧で見れるようになってて、2、3行今日あったこととか思ったことを書いてっていう感じで、あとは月ごとのまとめページもあるので、2024年の1月はこうだったとか2025年はこうだったっていうのも見れるようになってます。その隣には何でもノートを置いてて、これは私が好きな MD ノートを自分でペタペタステッカーなど貼ったもので、 YouTube でこういう動画撮りたいなっていうこととか今年の抱負とかもう何でも書いてるノートです。でこれも以前動画で紹介したことがあるんですけど、コレクションバインダーと呼んでいて、この中には自分で集めたステッカーとかポストカードとかが入っています。これを作成する様子も動画にしているので、よければそちらもこういう感じです。よいしょ。このヘッドホンスタンドは IKEA で購入しました。でこのブックスタンドも IKEA で購入したもので、これ仕事関係の書類とかが入ってるんですけど、なんかね不思議な形で3つに区切られてて収納しやすいんですよ。これしかも磁石になってるから、後ろでこのパソコンのケーブルとか充電器をまとめてます。取れちゃった。デスクチェアはニトリで購入したもので、これ肘置き下がるんですけどデスクに干渉しちゃうので、ずっとこれ上に上げた状態で過ごしています。この下にある筋膜ローラーはもう足置きになっちゃって、こういう状態で仕事してます。でこれも IKEA で買った収納ボックスで、ちょっと汚いんですけど、こっち側には包装紙とかを入れてて、反対側には仕事の書類がいっぱい入ってます。デスク周りはこんな感じです。そして IKEA で購入したこの黒いラックにバッグと帽子を大量にかけています。もうこの辺トートバッグとかリュック、彼のも一緒にかけてるんですけど、ほぼ私のだ。この辺もトートバッグがかかってます。で上はキャップ、帽子がかかってます。そしてこちらのキャビネットも千駄木のファンアゲインで購入したキャビネットで、黒い天板がすごく気に入ってて、我々は家具に困ったらまずファンアゲインをチェックするようにしてて、本当にね可愛いアイテムがたくさんあります。これがファンアゲインで買った一番最初の家具になるかな。
でこの天板の上には一水釜さんで買ったお皿にネックレスを置いてます。そして無印で買った収納に日焼け止めとか虫除けスプレーとかを入れてます。でこれは東京アートブックフェアで買った写真家さんの作品をフレームに入れてます。この辺はボディスプレーとか香水を置いてまして、サングラス、そしてこちらがフィルムカメラですね。ニコンのフィルムカメラと富士のフィルムカメラと、私が高校生の時に買ってもらったルミックスのデジカメ。これはリビングルームにあったトレイと同じく原宿にあるフークというショップで買ったトレイですね。そしてこれもたびたびご質問いただくんですけど、 IKEA で買ったミラーです。これはもうないかもしれないんですけど、これはさっき紹介したプロジェクターですね。この下にこういう感じで置いてあるんですけど、これがプエブコで買ったラックみたいなやつで、ここに彼と私の部屋着パジャマとかを入れてて、部屋着とかの収納って皆さんどうしてるんだろう。気にしなければだいたいソファーとかにぶん投げちゃったりしてたんですけど、これを買ってここに入れとけばなんとなくそれっぽく見えるっていうか、見えてるけどなんか収まりがいい感じになるので、すごく気に入ってるアイテムで、これは折りたたみなのでパジャマを取り出して折りたたんだんですけど、この上にトレイを置いたらテーブルにもなるっていうアイテムで、もしそういう使い方がしたくなったらテーブルとしても使える 2way タイプのアイテムです。そういういろんな使い方ができるアイテムっていうのに惹かれて買うことが多いかもしれないです。やっぱり賃貸なのでずっとこの家に住み続けるかわかんないし、住む場所によってその用途を変えられるんだったらそっちの方が一石二鳥かなっていう風に思います。そして照明はシーリングライトなんですけど、こちらはジャーナルスタンダードファニチャーで購入しました。以前の動画で間違えてアクメファニチャーって紹介してたんですけど、ジャーナルスタンダードファニチャーでした。付属のこのボタンで明るさを変えられます。これすごいなんかいろいろ種類あって、読書ライトとかカフェタイム用とか、あと自分の好きな明るさを設定して保存しとくこともできます。これはこれ一つでかなり明るくなって、パソコン作業にはすごく最適な照明です。以上がワークスペースの紹介になります。この家に引っ越して3、4年経つんですけど、一気に変えずにもうちょこちょこ買い足したりして、今やっとこの状態になって、今できる最善かなって思ってます。あとやれるとしたらカーテンをブラインドに変えたらなんかおしゃれになりそうだよなとは思ってるんですけど、どうしようかなという感じですかね。すごくでもこのお家で満足しております。長々と見てくださってありがとうございました。以上でルームツアーを終えたいと思います。